ハロー、こんにちは、ダジャハー、なるです。今回、私の動画にゲストが来てくれています。台湾人のようちゃんです。このようちゃん、日本語がすごく上手なので、今回はようちゃんにどうやったら日本語を上手に話せるようになるのか、どうやって日本語を勉強したのか、いろいろ聞いていきたいと思います。皆さんの日本語勉強に役に立てばいいと思います。お願いします。よろしくお願いします。いつから日本語の勉強を始めましたか？50音から。50音はいつ？50音は中学校の3年生くらいかな。嵐が好き。きっかけは嵐だったの？そう。それは初めて知った。言ってなかったもんね。アイドルが好きなこと知らなかった。前はめちゃくちゃ嵐の櫻井翔が好きだった。ドラマが好きとか、何か喋ってるのかは字幕がなくても聞き取りたい。なるほどね。じゃあ、それがきっかけで中学3年生の時に50音から。50音から。しかももうその当時はもう本当に今自分で考えたら、思い出したらすごいなーって。すごいな。そう思う。A4 のノートブックあるんじゃん。私はそのあいうえのおのあから全面であーって書いて。あ、もうそのノート全部に？そう。そのノートは全部50音のまま使い切れた。そう。私の学生さんとか、フォローしてくれる人の中にも、やっぱ50音が覚えられない。カタカナが覚えられないっていう人がいるんだけど、何かコツは、昔やった時は、ずっと何回も、まず体の記憶で、体から覚えるように。もう手で覚える。そう。手で覚えて、いっぱい書いて、何も考えずに、無意識でも書けるようになって、本当に覚えてるかどうかで、音楽の歌詞、ネットで調べて、で、曲を聴かずにそのまま見て、読めるかどうかを一回確認して、で、もう一回なんか、ローマ字の訳のもあるから、それをもう一回確認して、で、合ってるかどうかを確認。地道な、やっぱ努力だよね。言語ってそう、楽な方法ってそんなにない。そうだね。それは、そうだね。やっぱりほら、みんな大人だから、楽に簡単に、ね、覚えようとするけど、無理じゃない？簡単には。そうだね。面白く勉強したいと思ったら、例えば、はじめましてを、まず会話から練習して、で、これは、はじめて、はじめまして、で、何回も書く。で、何回も練習すれば、この字は、めって言うんだ、これはしって言うんだとか。そうだよね。そう、言葉、単語とか書きながら覚える。そうだね。単純に50音から入ると多分、つまらなく感じちゃうよね。そう。で、最初はやっぱ嵐始まりだったけど、その後のモチベーションは大学に入ったら、やっぱ周りの人が結構日本語が強い人。できる人が多いよね。そう。その時は、すごい日本人の友達を作りたいっていうのもあって、で、あの時は2人の日本人の交換留学生が来たのね。はい。で、一緒に遊んだりとかして。で、やっぱ、この外国語を使って、で、通じれて、それは嬉しい。それね、嬉しくなる。それが、次のモチベーション。もっと話したいとか。そうだよね。これを喋ったら、通じれるんだ。で、じゃあ次はこれも話したいとか、そうなるよね。そう。しかも、考え方も違うから、確かに。使って。面白い。ね、そう、相手の文化理解できるのも、言葉を通じて。そう。相手の文化理解できるのも面白いよね。そう。それはある。中国語面白い。中国語ではこう言うんだ。とか、この漢字使うんだ。とか、そう知れると、面白いなって思う。ちなみに今はもう日本語勉強はしていない。今は、例えば、もっと適切な言葉がないかなっ
思うときは調べる。最近はね、スマホで調べられたりするから。でも普段日本語で結構会話してるでしょ？そうだね。やっぱ日本に来たばかりの時と今だったら上手になったなって。それはそう思う。この動画で結構メイン一番聞きたかったのが、その勉強の方法。よく聞かれるのが単語の覚え方とリスニング上達の方法と、あと発音。今発音が日本人っぽい。しかも大阪にいるからたまにね、関西弁が若干出るよね。出るよね、もうそう。そう。大阪っぽい発音になってるから、やばい。そういいと思うよ。大阪に住んでるし。まあ、でも本当に標準語と関西弁は分からなくなっちゃう。だって大阪の人が東京で仕事するときに、訛りを強制するの直すのも大変だってそう言うから、それは大変だと思う。じゃあ、その勉強の仕方をいろいろ聞きたいんですが、よく、ね、学生さんから聞かれる単語の覚え方、何かコツありますか？学生自体は、そういう授業があるの。ニュースを見る。新聞の先生に指定される新聞があって、で、その新聞を読んで、なんかみんなに発表みたいなそういうのあるの。へー。新聞ってさ、すごい硬い言葉がたくさんある。使ってるよね。中国語わかるから、読めない漢字があっても、中国語で読んじゃう。中国語でインプットしちゃう言葉を調べよう。例えば、勉強するを調べて、これは勉強って言うんだって。で、これを Google に入れて検索して、キーワードとして出てくる文章があれば、それも読んでみて。そうだよね。そういう感じか。単語だけで覚えるの結構難しい。そうだね。例文とかと一緒に。そう、例文が必要。じゃないとその使い方もわからないし、もし何回もこの言葉が出てきたら、ごめん、さっきずっとこの言葉が出てきてるんだけど、どういう意味で、そのまま聞く。そうだね、聞く。それで覚えられる？覚えられる。そっか。やっぱり、インパクトがあるから。確かに。そう、インパクトが必要だと思う。わかる。例えば自分でノートで勉強した言葉でも、なんかドラマとかで聞いて、この言葉昨日勉強したとか、そういうインパクトだよね。なんかそう。友達から教えてもらった言葉、この人も言ってた。とか、そういうのがあると覚えやすい。本だけじゃなくて、人と話すとかドラマ見るとか、ね、そういうアクションも大事。そう。一人で喋る。独り言でしょ？そう、独り言大事だと思う。例えばシャワー浴びるとき、歌うじゃなくて、一人で喋る。例えば今日は一日何が来たか。それを一回日本語で言ってみて、で、これはなかなか言ってみたいけど、適切な言葉がないなと思ったら、シャワー上がったら、調べる。検索する。あともう一つ聞かれるのがリスニング。日本人話すの早いっていう人すごくたくさんいる。確かに、そういう方はいらっしゃいますよね。もっともっと得意だったリスニング。いや、学生時代から。私、JLPT あるんだけど、私いつもリスニングが一番低い点な人だった。そうだったの。でも、日本に来て、リスニングは一番高い点になった。じゃあやっぱり、日本語を聞く環境に来て、たくさん聞いてたから、じゃあリスニングが上手になったなとか。台湾だと NHK とか、それともドラマの本当に無字幕で聞くこと。リスニング上達はね、やっぱりたくさん聞くことだよね。あと友達作ろう。それか、台湾人の外国人同士で日本語で話しましょう。ね、私それある。ネイティブの日本人といきなり話すとやっぱりちょっと難しいから、私の場合中国語を勉強してた時、外国人で中国語を勉強している人、その人たちの YouTube を最初見てた。やっぱそっちの方が聞き取りやすいから、そんなに早くもないし、スラングみたいな教科書にはないような言葉もそんなに出てこない。
し、そう聞き取りやすいからそれで練習して、その後、そう。ファーストステップかな。そうそう、いきなりね、日本人ネイティブ聞き取ろうと思ったら、多分難しいから、外国人が話している日本語とか、外国語勉強している優しい日本人とかね、そういうステップが大事。でも、変な日本語は覚えないでほしい。気をつけて。女の人、女性の学生さんで、飯食いましたって言われて、びっくりして、飯食いました。そう、女性はやっぱり使わないけど、やっぱその人はアニメを見て、その言葉を私に使ってきたから、やっぱりそういうね、トラップじゃないけど、そういう日本語もいろいろたくさんあるので、気をつけてください。はい。YouTube もそうだけど、そういう人たちが話してる日本語って時々結構変な日本語、文法的にも単語的にも、使い方も、ちょっと変なところがあるから、完全に鵜呑みにはしないで、できたら、ネイティブの人にそう確認してみたり、その、日本人の先生とか日本人の友達に、この言葉使いたいんだけど、女の子のね、私でも大丈夫とか、そう、確認は必要かも。そうだね、そうだね。そう。留学しなくても、こう、日本語を勉強する方法、何かおすすめ？今はやっぱ YouTube とか、ね、やっぱ YouTube で、あ、そう、私のぜひね、私の動画を見てください。そう、あと、ウェブの教室、オンライン教室もあるから。同じ空間で、いなくても大丈夫だし、ウェブ打ち合わせ、打ち合わせじゃない。ウェブ教室。はい。で、そうだね。それでも全然できると思う。皆さんね、検討してみてください。これは私の気になるところ。夢は何語で見る？それ面白いね。元彼は3年くらいは日本人だけど、で、その時はずっと日本語で喋ってるから、で、夢見てる時も日本語？じゃ最近は中国語で。中国語で見るんだ。でさ、他の人も言ってたけど、その登場人物による、例えば出てくる相手が英語話す相手、だって私と彼英語で喋ってるから、彼が夢の中に出てくると英語で話してる。けど、出てくる相手が日本人だとやっぱり日本語で自分も話してる。私のことは日本語。でもその時ちょっと嬉しくない？いや、嬉しくないんですか？ちょっとびっくりした。嬉しいまではないかな。そう、なんか、いや、ここまで来たかと。ここまで来たかって思う。そう。日本語がもう、裏意識まで。入ってる。怖っと思っちゃう。ねえ、言語って奥が深い。面白い。ありがとうございます。最後に一つ、好きな日本語はありますか？人生って坂道3つがある。それ3つある。上り坂、下り坂とまさか。まさか。これがよく知ってるね。そうなんだ。意外な答えだった。もう少し単語で来るかなと思ったけど。それが好きなんだ。それ中国語にはないの？ない。そうなんだ。訳すときはちょっと難しいかな。ね、じゃあ、いろいろ話しましたが、今日はありがとうございます。ありがとうございました。ね、いろいろシェアしてもらいました。これが役に立ったと思った人は、ぜひグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。では、今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。バイバイ。私はもう日本人の私というより、もう中国語を話す私として家の中で結構生活してる。これは中国語勉強とは関係ないんだけど、台湾とか中国の人でさ、アイヤーって言わない？アイヤーはあんまり言わないと思う。私アイヤーって言っちゃうんだよね。